和歌山県白浜町。比企川の下流域には、かつて熱城市が拠点とし支配していた熱城省がありました。熱城市は鎌倉時代後期に執権北条氏によって阿波国より派遣された一族と伝わっています。熱城省は関東成敗地として北条氏の影響が強い土地柄でありましたが、熱城氏が移ってきた同時期に熊野海賊が紀伊半島沿岸部を中心に猛威を振るっており、それらを抑える役割を担ったのが熱城氏と考えられています。その後、六原短大である北条中時に準じ勢力を減退させますが、南北朝動乱の中、主に北朝型として淡路島の海賊退治や紀伊水道を挟んだ阿波国の所領経営を任されるといった水軍領主としての活動が見られます。戦国期の熱城氏は紀伊の国守護畠山氏との関わりが深まっていきました。応仁の乱以降、畠山氏をはじめ熊野三山、室町幕府奉公衆、在地領主層となる須佐美氏や久木小山氏といった各勢力とそれぞれの利害関係のもと、共同と敵対を繰り返し、複雑な様相を示していました。天正期以降の熱城氏は、秀吉の奇襲攻めにより帰順し、豊臣家の水軍の一派として活躍することになります。近世紀においては、紀州藩の知事として、地域では影響力を持つ存在でした。熱城省があった比企川下流域一帯には多くの城跡があり、それぞれが現在も非常に良好な状態で遺構が残されています。それらが相互に関連している状況を把握することができ、熱城氏という在地領主が比企川下流域において排他的な領域支配を行っていたことの証左になると考えられています。今に残る熱城省の城跡、そのいくつかを紹介していきます。中山城は独立丘陵に築かれています。この丘陵は北側と南側にそれぞれ頂部を持ち、そのうちの北側丘陵に中山城は築かれています。北側丘陵の最高所は38メートルを測り、比較的標高が低いものとなっています。中山城跡は主郭と曲輪2の2つの方形の平坦面からなり、その北側、西側、南側にこの字状に土塁を巡らし、さらに同方向に二重の横堀と堀切を配しています。中山城跡は熱城省中世上官軍の中でも比較的標高が低い位置にあり、居住性の高さと防御性の高さを併せ持つことから、田野井地域一帯の中心となる在地領主の拠点、館城として考えられてきました。土塁の内側を石積みによって補強する技法については、熱城省内の城跡に共通している部分があります。土井城は標高約110メートル、天徳寺の裏山に築かれています。南北に伸びる尾根状に位置していて、南北約240メートル、東西約80メートルの規模となっています。土井城は急峻な尾根状に横堀、縦堀、堀切などの遮断施設や曲輪を効果的に配置し、高い防御性を備える比較的まとまった城跡として評価されています。平野側と山地側の両者に対して有効な防御施設を整備し、街道への備えとしての役割を果たしていたのかもしれません。堀底1は
東西方向に約64メートル、堀底平坦部の幅が約4メートルを測っています。土塁の幅は1メートル以上あります。現在では部分的にしか確認できませんが、土塁の両側を石積みによって補強しています。内側の石積みには土塁を補強する意図とともに、堀の内部の面積を確保する役割を同時に果たしています。熱木大野城は南北約65メートル、東西約35メートルを測る規模となっています。城の構造としては、2つの廓を中心として、帯廓、堀切、横堀が築かれています。最高所にあたる廓1は、南北方向に長い楕円形状を呈しています。南端部には土塁上の高まりが確認できています。大野城跡は後世の作兵やか乱によって全体像を把握することは困難ですが、熱木本城跡の対岸に位置し、河川交通を監視する役割を担っていたと想定されています。八幡山城跡は熱木市巨漢跡の詰めの城とされています。南北約200メートル、東西約120メートルの規模を測り、最高所は標高約80メートルです。熱木市上官郡の中では最大で、その土木量も群を抜いています。尾根状の先端に位置しており、急傾斜かつ深台池がある東側を除いた3方向に遮断施設を設けることにより、城域の内外を明確に区画する構造となっています。特に北側と南側の堀切は大規模なもので、硬い岩盤を掘り削っています。主に廓は3つあります。1の廓は周囲に高さ1メートルから3メートルの土塁で囲まれた構造となっています。2の廓は1の廓の南西側に位置し、城内の廓の中で最大の面積となっています。また3の廓はもっと南に位置し、平坦面が他の廓より狭く、すり鉢状の構造になっています。また八幡山城のふもとには熱木市巨漢跡があります。熱木市の本拠とみなされる熱木市巨漢跡からは、12世紀代から17世紀初頭までの土器が出土しています。これらは八幡山城跡が限定した時期にのみ機能していたとみられることと対照的であり、平時の巨漢であった熱木市巨漢跡は中世を通じて巨漢としての機能を維持していたとみられています。しかしながら巨漢跡内部の区画口から鉛製の鉄砲玉が出土しているように、巨漢であっても戦を避けられない時期もあったようです。標高212メートルの高所に位置し、熱木の城だけでなく海上も望める熱木市の領域支配のシンボルとなる山城です。
東の尾根城には、すさみ方面からの侵攻を意識して、岩盤を掘り削った堀切、また縦堀で防御しています。この防御施設は、麓からも遠望できるもので、熱海の港に出入りする船舶に、熱海市の権力を誇示する目的があったと考えられています。城跡の規模と比較すると、曲輪の面積は狭小で、曲輪1は東西約10メートル、南北約23メートルを測ります。周囲には土塁が築かれています。東の尾根には5本の連続堀切が築かれています。この堀切は岩盤を削っていることに加え、石積みで補強された形となっていて、石積みと組み合わせた50堀切という部分で、全国で見ても稀有となる防御遺構となっています。土塁、小口、石積みの組み方や構造が八幡山城跡に近似するものであることから、戦国時代から食宝期の城であろうと推定されています。勝山城は久木小山家文書の畠山直義書状中の熱海南要害に否定され、戦国時代の畠山氏の内紛の舞台となっていたことが知られています。勝山城から尾根伝いに東方面に進んだ先に小布の森城と呼ばれる城跡があります。築城主など詳細不明の城跡となっています。位置的には勝山城の連続堀切の先にあることや、熱海省から見て東方面ということもあり、熱海市と対立関係もあったすさみ市の城跡とも考えられていますが、詳細は不明です。勝山城方面からの尾根城に宇根城空堀群が築かれています。城内には石積みも見られます。また城の西側の少し降りた先にも縦堀らしきものがありました。曲輪は比較的小さいですが、土塁上の高まりも見受けられます。穏やかな引川下流域一帯にかつて存在していた熱海省。その痕跡と当時の熱量を感じさせる城跡が現在も多数残っています。白浜町の町並みとともに熱海省の城下群は今も生き続けています。